お元気ですか？お店の傘立てに傘を入れてしまうと百発百中で忘れて帰ってしまうスタジオ羽根です。水彩画で人物にじみぼかし難しいという方、一緒に修行いたしましょう。まず色のコントロールの練習には段階があります。まず色のコントロール、これはデッサン、色のデッサンです。色のデッサンとは、よく鉛筆でデッサン聞いたことあると思いますが、その色版明中暗を白黒で作るならば色のデッサンなんですね。これを押さえたら何でも描ける基礎の鉄板スキルです。一緒に頑張ってみませんか？デッサンをします。青と赤で紫デッサンするので、まずめちゃめちゃ綺麗な灰色作りたいと思います。めちゃめちゃ綺麗なのをしっかりと作りたいから、これにしっかりと時間を使ってほしいです。これ雑にするともうダメになってしまいます。どうですか、この色かなりグレーだと思いませんか？でそれをしっかりと水で溶いて薄くしました。黒は水の量を減らしたら出ますね。でこれも念入りにちゃんと作らんとダメです。適当にこんなもんでいいかにするとダメになりますので、しっかりと見ます。どうですか？ちょっと青っぽいですけどね、まだ黒、暗灰、明るい灰色、この3つがまずしっかりと作れないといけなくって、顔を描いていくってなると、この前もちょっとさせていただきましたが、口があってここに影が来まして、鼻の下影、こうやって鼻伸びてきますでしょ。目の横影になって、鎖骨のところがちょっと明るみもらって、で髪の毛も同じくここら辺で分けましょうか。で一番明るいところ以外を塗るとしたら、このグレーにしっかりとおでこなりね、まだそこら辺も暗いですよっていうところがあれば、目のね一番明るいところとか鼻の一番明るいところ以外はしっかりグレーですよってなれば、これぐらい色ついてきますね。単価を返してみましょうか。で2番目に作った暗い色に置き換えますね。でこれが、もうちょっと細かい筆であればいいのかなと思うんですけれども、眉毛とか目のこういうところとかに暗い色がこう雑ですけどね入ってきて、で髪の毛とかももちろんこれぐらい暗いところも入ってきて、で口の横とかも、で最後にめちゃめちゃ暗い色入れますね。大雑把に言ったらこういうことですね。これで色のデッサンで、ほっぺたちょっと暗いで、口の横こっち暗い、これが、白黒のニュートラルの色を使って置いた色です。ここまで置けたら、髪の毛のここをぼんやりさせたいんですやったらこうできるじゃないですか。でもこの3つぐらいの色をポンポンポンってまず置けないといけなくって、でこれができればどうなるのかっていうと、これを今度は色にしないといけないから色作るんですけど、さっきと同じで言うとこれが肌色に変わるわけですね。これを水で溶いたらこの色じゃないですか。これが薄い肌色、
濃い色作ろうと思って赤と黄色混ぜたらものすごく発色のいい色になるだけでしょ。これが明るい肌っていう言い方がよくないんかな。肌はいいんか。肌色でこっちが暗い肌ってなるんですけど、こうではない。こうでもあればいいんだけど、この色にちょっと待ってください。めっちゃ量増やさんとダメです。この色にさっき作ったグレーを入れて見えます？ここで初めて暗めの灰肌になるんです。この色足すこれっていう感じなんです。で今度はこっちの濃い方を足さなあかんから、もちろんこれの色味発色も強いんですけど、それに暗く灰色になってほしいんやったらこうなります。この暗いグレーとこの肌色、もしくはもうちょっと濃いこれの中間ぐらいの色を灰色に混ぜていかないといけないから、パレット上で2種類の灰色があって肌色があったら、それを混ぜていけばその色が作れるっていうことですよね。鼻の下と同時に鼻の側面の影も作っときます。髪の毛ももう言ったら色つくので全然入っていってもらって大丈夫。ただほっぺた、これしっかりとこれぐらいの色入っていってくれないと困るし、鼻の横もこれぐらい入っていってくれないと困るし、で鼻のマックスが明るいで、今度この暗い方と暗い肌色、この発色のいいこっちの色も部分的には入っていいんです。入ってくるんです。部分的には赤みが強い色のところもあったらでいいんです。色が入ってきてもいいんです。ほっぺたが赤ければ入ってくれても構わないです。ただしちゃんとこの濃いめの色が入っといてくれへんかったら、顎の下のこの影とか肌色の色に なってほしいところがえぐれちゃいましたかね。眉毛とかが反応しきれないんですよね。さっきのグレーも足していきますね。髪の毛のこととかも考えてこうやっていきましょうか。色味が感じられます。ちょっと黄色っぽく感じますけど、それが直にほんまに絵の具で塗ったらこんな感じの色になるんだけど、そうでなくってちょっとグレーなんですっていう時にこっちの灰色をしっかりと混ぜてあげた方がグレーになってくれますから、ちょうどいい灰色とか肌色ってくすんでたりするじゃないですか。その時にこの灰色をしっかりと用意できるようになってさえいれば色を作りやすいんですよ。分かりにくいですよね。分かりにくい説明ですよね。
固有色にそれらの色を足すで微妙なコントロールする。固有色は固有色で塗るんだけど、そうやって唇とかしっかり固有色を感じるのであれば、それはそれでこういう風に塗ればいいじゃないですか。でもほっぺたのところとか微妙なんですっていう時って、だいたいこれで塗るよりかはちょっとくすませた色で塗った方がいいから、このグレー、ニュートラルのグレーをしっかりと作っておきます。これ絵の具がどうしても発色が悪い、肌の色が乗らないっていう時に、なんか当てずっぽうでもうちょっと水を多くしてで溶いて、うわこく汚い色じゃないですか、で塗ってしまってむちゃくちゃになるやったら、ちゃんと3つの灰色を作って、でそこから肌色が暗くなるを作る。で鮮やかであれば鮮やかにする。これなんですよ。これが色のデッサンの練習。はい役に立ちましたか？めちゃめちゃ分かりやすかったです。あ、よかった。説明うまいこと言った。腑に落ちました。羽三原色パレット好評発売中です。片手サイズで便利です。パレットの上で探しても深い青はどこにもいないんだ。メンバーシップ羽さんが面白おかしく修行中です。ご興味のある方、一緒に修行いたしましょう。パーマネントイエローレモンガニシッポ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 